実はこのスライド、AI に渡したのはお店の売り上げや客数といった数字の羅列だけです。今日はこのエージェントスキルを主役に、実際の仕事ぶり、仕組みの解説、そして今日から使える導入手順まで一気にお届けします。使ったスキルは概要欄のリンクから無料で配布しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。使うのはチャット GPT と同じアカウントで使える AI アシスタントコーデックスです。まずはエージェントスキルの仕事ぶりを見ていきましょう。エージェントスキルは AI が自動で選ぶこともできますが、今回は確実に指定したいので、チャット欄にドルマークを入れて手動で呼び出します。一覧から今回配布する JP デザインスタジオというスキルを選びます。架空のパン屋さんの月次報告スライドをお願いしてみましょう。AI に渡すのは今画面に出ている依頼文だけです。7月の売上と来店客数、商品別の売上、そして8月にやること。綺麗な文章ではなく、数字と要点の羅列です。あとは待つだけです。スキルの手順書を読み、話の流れを設計し、スライドを組み立てて自動検品へ。ここは少し時間がかかるので、早送りでお届けします。はい、できました。数字の羅列が結論から始まって提案で締めくくる綺麗な構成のスライドになりました。表紙、売上のハイライト、商品別のグラフ、8月の施策、最後はお願い事。口頭発表を前提にした過不足のない構成です。このスライド、受け取ってからが本番です。開くと、そのままブラウザ上の編集画面になっています。文字をクリックすれば、その場で書き換えられて、ドラッとすれば位置も自由に動かせます。さらに、各ページには発表用の台本である発表者ノートまで自動で書き込まれています。中身もそのまま読み上げられる水準で書けています。この画面のままスライドショー再生もできて、発表者ビューまでついています。投影する側にはスライドだけ。手元の画面には次に話すことと経過時間が出ます。パワーポイントが入っていないパソコンでも、これだけで本番の発表までいけます。もちろん、いつもの道具で仕上げたい方には書き出しも用意されています。パワーポイント形式なら文字が編集できるまま、発表者ノートもノート欄に入った状態で出てきます。レイヤー分けされた PSD 形式もあるので、Photoshop や Canva に読み込んで編集の続きも可能です。発表の直前に数字が変わっても自分でさっと直せます。このスキル、実はポスターやチラシも作れるので、そちらも見ておきましょう。というより、もともとはチラシやポスターのために作ったスキルです。プロに外注するほどでもない一枚ものをパッと用意したくて作りました。スライドを作る機能は後から足したものです。今度はパン屋さんの開店チラシを作ってとだけ頼んでみます。すると視線の動かし方や配色の理由を添えてデザイン案を3つ提案してくれます。合わせてお店の名前や日時、載せたい特典といった足りない情報もまとめて質問してくれます。どの案を選んでもそこから先は全部お任せです。背景の画像も自分で生成し、レイアウトして検品を通し、編集画面ごと納品してくれます。では、なぜこんなことができるのか。エージェントスキルの仕組みを見ていきましょう。Gemini in Chrome のスキルズは、よく使うプロンプトを登録しておいて呼び出す機能でした。一方のエージェントスキルは、仕事の手順書と道具箱を丸ごと渡す仕組みです。新しく入った人に業務マニュアルと専用の道具箱をセットで揃えて渡しておくイメージですね。一度揃えておけば頼むたびに細かく説明し直さなくても毎回同じ手順と品質で仕事が返ってきます。スキルのフォルダには文章だけでなく
プログラムや専用ツールまで入れられます。今回のスキルに含まれているのは大きく3種類です。1つ目は手順書。スキルのフォルダを開くと skill.md という名前のファイルが入っています。これはエージェントスキルの決まった名前で中身はメモ帳でも開けるただのテキストファイルです。ここにその仕事のやり方が日本語で書かれています。今回のスキルなら色の決め方、文字の大きさの付け方、視線の動かし方といったデザインの原則です。例えば配色なら使う色は3つまで、面積の比は70対25対5という具合に迷わない形で書いてあります。さっきのスライドの構成や配色もここから来ています。AI が急にセンスに目覚めたわけではなく、手順書通りに手を動かしているだけなんですね。テキストファイルなので、後から自分のルールを書き足せます。会社の配色ルールのように、必ず守ってほしいことを足しておけるわけですね。2つ目は、検品ゲートです。こちらはテキストではなく、スクリプツという名前のフォルダに入った検査プログラムです。AI はこれを自分でコマンドとして実行します。検品ゲートは決めた基準を満たしているかを機械的に測る仕組みです。文字がはみ出していないか、余白は足りているか、色が薄すぎて読めなくないか、そういったところを目ではなく数値で確かめます。検査に落ちたら AI はその場で直してもう一度かけ直します。これを不合格が0になるまで繰り返します。手順書の方にも両方の検査に合格するまで納品してはいけないと書いてあります。人間が目視でやると地味に大変なチェックを機械に肩代わりさせているわけです。AI が納品前に機械的にチェックを行って一定の品質を担保してくれます。3つ目は自作の道具です。さっき開いた編集ツールの正体はスキルのフォルダに入っている HTML ファイル1個です。ブラウザで開けば動くので特別なソフトはいりません。AI はこの編集ツールに自分の作ったデザインを入れた状態で渡してくれていたわけです。こんな風にスキルの作者が用意した道具を AI に使わせることができます。手順書通りに作り、検査を通るまで何度も手直しをして、最後は人が続きをやれるように編集ツールごと納品する。プロンプトの呼び出しだけではここまでは頼めません。さらに AI はそれぞれのスキルの説明文を読んで、頼まれた仕事に合うスキルを自分で選ぶこともできます。名前を覚えていなくても、その場にあった道具を AI の方から引っ張り出してくれます。ただし、似た用途のスキルが並んでいると、必ずこれを選ぶとは限りません。このスキルで作ってほしいとはっきり決まっているときは、今日のようにドルマークで名指しするのが確実です。手順書も検品ゲートも自作の道具も全部まとめて一つのフォルダに入っています。AI はそれらの内容を最初からすべて読み込んでいるわけではなく、普段はそれぞれのスキルについて説明されたテキストしか見ていません。使うと決まったスキルだけ、中身の手順書を開いて読みます。AI が一度に読める量には限りがあるので、関係のない指示まで抱えていると、肝心なところがぼやけてしまいます。その点スキルなら何十個入れておいても、その時使う分しか読み込まれません。覚えることを増やさずに、任せられる仕事だけを増やしていけるわけです。ここからは使ってみたい方のための導入手順です。今回はチャット GPT のコーデックスを選びます。このスキルは背景の画像も自分で生成するのですが、コーデックスはレベルの高い画像生成機能を標準で持っているのが理由です。ただ、エージェントスキルはコーデックスだけのものではありません。クロードコードや Google のアンティグラビティでも
同じ形のスキルが使えます。ただし、今回お配りするスキルは画像を作るところでコーデックスの力を借りています。ですので、コーデックスでのご利用を推奨します。なお、コーデックスには細かい設定がいろいろありますが、そこは他の方が詳しく解説されている動画がたくさんあります。この動画ではスキルを使い始めるのに必要なところだけに絞ってご説明します。手順はとても簡単です。まず、OpenAI の公式サイトからチャット GPT デスクトップアプリをインストールし、サインインします。画面左上でコーデックスを選び、作業用のフォルダを作って指定してください。コーデックスはここで指定したフォルダを自分の作業場として使います。資料を読み込むのも作ったものを保存するのも基本的にはこの中だけです。なので最初は中身が空っぽのフォルダを一つ作って指定しておくのが安心です。モデルは無料プランの方の場合、標準モデルの GPT5.6 テラを選んでください。もちろん、有料プランでソルが使える方は、ソルの方がより質の高い仕上がりになります。冒頭の実演のスライドもソルで作ったものです。無料同プランの場合でも、テラが使えるとはいえ、1日に使える量はかなり少なくなります。制限が気になるようなら、プラス以上の有料プランをおすすめします。次に、スキルの取り付けです。今回の資料デザインスキルは、概要欄の GitHub リンクから無料で手に入ります。導入は簡単で、そのリンクの URL をコピーして、コーデックスのチャットに貼り付けます。そして、このスキルを導入してと頼むだけです。置き場所を自分で探す必要はありませんし、ダウンロードから配置までまとめてやってくれます。チャット欄でドルマークを入力し、スキルの名前が出てくれば取り付け完了です。ここまでは配られているスキルを使う話でした。もちろんスキルは自分で作ることもできます。と言っても全部を自分の手で書く必要はありません。スキルはskill.md という文章ファイルが1枚あれば成立します。今日のスキルのように検品ゲートや道具を足していくのは後からで大丈夫です。作り方は簡単で自分が使える一番賢いモデルにやってほしいことを伝えてスキルにしてと頼むだけです。おすすめは AI とのやりとりの中でこれはまた使いたいなぁと思った時にその場で今のやり方をスキルにしてと頼むこと。うまくいった時の手順がそのまま次から呼び出せる形で残ります。一つだけコツがあります。AI は説明文を読んでスキルを選ぶので、何ができるかだけでなく、どんな時に使ってほしいかまでしっかり伝えて書いてもらってください。最後に外部スキルを使う上での大切な注意点です。ネット上には便利なスキルがたくさん配られていますが、使う前に一度は中身を確認する癖をつけましょう。コードがわからなくても大丈夫です。配布ページの URL を普段使っているチャット GPT やジェミナイのチャットに渡して、これは何をするスキルか危なくないかと聞いてみてください。チャット版の AI はあなたのパソコンのファイルを触ることも、プログラムを動かすこともできません。読んで説明するだけなので、中身を確かめてもらう相手として比較的安心です。その他、メール送信やファイル削除のような取り返しのつかない操作は、必ず自分の目で確認してから実行する。この線引きを守って使っていきましょう。いかがだったでしょうか？今回はエージェントスキルの仕事ぶりと仕組み、そしてコーデックスでの導入手順をご紹介しました。強みは手順書に検品ゲートと自作の道具まで足して仕事を丸ごと渡せるところでした。まずは概要欄のリンクからスキルを導入して手元の情報からスライドを1本作ってみてください。使い方に決まりはありません。気に入らないところがあれば
中の手順書を書き換えて自分好みに育てていってください。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。